こんにちは、ももトラベラーです。現在シカゴに来ています。高層ビルが立ち並ぶアメリカ第3の都市シカゴ。ここからロサンゼルスまでアムトラックに乗って2泊3日の鉄道の旅に出かけます。ここがシカゴユニオンステーションです。それでは入りましょう。アメリカ大陸を横断する夢のような列車の旅が今始まります。これから乗るのはサウスウェストチーフ号。シカゴからロサンゼルスまで約3600キロ。2泊3日の旅です。このユニオンステーションも歴史がありそうですね。全米を代表する鉄道の拠点があり、数多くの映画の舞台にもなった歴史ある駅です。中に入ると思わず息を飲むような空間が広がっていました。高い吹き抜けの天井に掲げられた星条旗、その壮大さに圧倒されます。ユニオンステーションは1925年に完成しました。アールデコ調の名建築。かつては1日30万人以上が利用した巨大ターミナルで、今も多くのアムトラック列車が発着しています。アンタッチャブルやホームアローンなどハリウッド映画の撮影場所としても有名です。アムトラックのチェックインカウンター。アムトラックのカウンターを探します。今回利用するのは寝台列車なので、専用のラウンジも利用できます。ここだ。チェックインを済ませて、まずはラウンジで一休みすることにします。150. Okay. If you want to store your luggage, you can do so. It has to be on the shelf, not on the floor. If not, you can take it with you inside. Everything in the lounge is complimentary except the bar. Okay, thank you. Okay. チェックインを済ませて寝台車利用者専用のラウンジにやってきました。ここでは出発までの時間をゆっくり過ごすことができます。ラウンジ内はこんな感じです。ソファーが並べられて、皆さんゆったりくつろいでいます。テーブルにはコンセントの差し込み口もあります。こちらはドリンクコーナー。コーラやスプライトなどのソフトドリンクが冷蔵庫にぎっしり。コーヒーマシンもあって、シロップで甘くしたりもできます。フードカウンターにはバナナもありますね。さらにスナックも食べ放題。グミにチョコにナッツ、どれにしようか迷っちゃいます。たくさん取ってしまいました。お昼食べてなかったし、無料は嬉しい。チェックインの際にこんなリストバンドをつけてもらいました。これはラウンジ利用者の証明で、つけていれば自由に出入りできます。なんだか特別なお客様みたいで、ちょっと嬉しいですね。2時25分発ロサンゼルス行き。そろそろ時間なのでホームに行きたいと思います。ホームまで歩こうと思っていたのに、カートで行くことになりました。このカート、よく見ると年配の方が多く使ってるみたいですが、声をかけてもらったのでちゃっかり乗っちゃいました。荷物を持って歩かないでいいし快適です。どんどん進みます。列車が見えてきましたね。こっちの車両かと思ったら、乗車するのは反対側のアムトラック。ホームまで乗せてもらったカート、
予想以上にスピードが出ていてびっくり。でも快適で、車両がこんなに長いと歩いてたら大変だったかもしれません。ちょっとしたスリルもあって楽しい体験でした。まさかのドアツードアでホームまで来ました。そしていよいよ車内へ入ります。緊張しますね。待ちに待ったアムトラックです。どうやらモモの部屋は2階みたいです。楽しみ。ナンバーセブンって言ったよね。違う、後ろみたいです。モモの部屋はナンバーセブン。セブン、ここだ。ここです。今日の部屋。今回の旅の相棒はルーメットという小さな個室です。なんか広いよ。シャワーやトイレは共用ですが、寝台列車の旅らしい心地よい個室です。詳細は明るくなってからまたご紹介しますね。2時25分発ですが、過ぎてますね。いよいよシカゴからロサンゼルスへの長い旅が始まります。出発しました。車窓ごとに表情を変えるアメリカの大自然。さあ、サウスウェストチーフ号に乗って壮大なアメリカを感じる旅へ出発です。シカゴユニオンステーションを出発しました。これからロサンゼルスに向かって、ここからどんな景色が見られるのか楽しみです。それでは部屋の中を詳しく見てみましょう。座席は向かい合わせになっていて2名まで利用可能です。クッションとブランケットが用意されています。夜はこの椅子を倒してベッドにできます。上段のベッドへ行くにはこの階段を使います。こちらを手前に引くとベッドができるみたい。この扉は何だろう。細いですがクローゼットでした。タオルも入っています。ハンガーも2つ入ってる。ミネラルウォーターが2本用意されていますね。ちゃんと安全案内カードもありました。もしもの時の避難や階段の使い方までイラストで書いてあって分かりやすいです。こちらは広げるとテーブルになります。電源の差し込み口や読書灯も完備。こちらはコントロールパネルです。
黄色いボタンはアテンダントを呼ぶ呼び出しボタンです。これは車内の BGM の音量調節ダイヤルです。利用しなかったのでわかりませんが、音楽流れるのかな？窓からは流れる景色を楽しめる落ち着いた空間です。部屋でのんびりしていたら、担当のスタッフさんが来てくれました。ベッドメイクは何時がいいって聞かれて、夕食の時間も決めます。忘れないようにちゃんとメモして渡してくれるのがありがたいですね。ももの夕食は7時15分です。スタッフの方にラウンジカーまで案内していただきました。明るいですね。天井までガラス張りになっていて、すごく開放感があります。出発したばかりのラウンジカー。外を眺めているだけでもう楽しくて楽しくて、旅の始まりってなんでこんなにワクワクするんでしょうね。中央付近に階段があったので降りてみます。そこにはカフェスペースが広がっていました。軽食、飲み物、スナック、アルコール類など購入できます。コーチの乗客も利用可能です。座席もあるため休憩スペースとしても使えますよ。車内を探検しましょう。まずはシャワールームにやってきました。大量のタオル。中は清潔で必要なものがすべて揃っています。シャンプーやコンディショナーもありますね。ビークマンの 1802 です。香りの良いナチュラル系で、アメリカの高級ホテルなどでも見かけるブランドです。さすがアムトラックですね。シャワーの方は水圧も十分で快適にシャワーを浴びられました。ですが、到着直前のタイミングではお水やお湯がほとんど出なくなってしまい、少し残念。シャワーは早めに済ませるのがおすすめです。こちらがアムトラックのトイレです。コンパクトながらも必要なものが揃っていてとても便利です。シンク周りにはハンドソープ、タオル、そして120ボルトのコンセントも備わっています。清掃用のスプレーや消臭剤も置かれていて、衛生面の配慮も感じられます。時々スタッフの方も清掃に入っていました。ティッシュや紙コップもありますね。全体的に清潔で使いやすい印象です。車内を探検していると気になる部屋がありました。誰もいないのでちょっと覗いちゃおう。広めの個室ですね。洗面台までついてますよ。この部屋はベッドルームという部屋になります。確認できないけどトイレやシャワーもついてるみたい。通路にはコーヒーディスペンサーもあります。いつでも自由にいただけます。この部屋のドアですが、内鍵はかけられますが、外からの鍵はかけられません。
なので外出する際は貴重品を持って出かけます。列車の窓の外は見渡す限りの畑と地平線。とうとうアメリカらしい中西部の景色が広がってきました。トウモロコシや大豆の栽培が盛んな農地地帯で、アメリカらしい広大な平野が続きます。地図で言うと、ここはイリノイ州のリーランド付近、広大なコーンベルトの真ん中です。まだまだ先は長いです。まだまだ先は長いです。農地が続くこの平野はまるで絵のような風景です。日も暮れてきました。楽しみにしていた夕食の時間です。ダイニングカーへ移動します。緊張しながらテーブルに案内されました。ここは4人掛けのテーブルで基本的に相席になります。食事代はすべてチケットに含まれているので追加で支払う必要はありません。夕食はコース仕立て。まずは前菜からスタートです。ソフトドリンクは無料ですが、アルコール類は別料金になります。どれも美味しそうで選ぶのに迷いましたが、メインはやっぱりアムトラックの名物ステーキ。ダイニングカーでサーブされる温かいステーキはそれだけで特別感があります。お肉、意外とジューシーで柔らかいです。それにボリュームたっぷりですよ。そして最後にデザートはチーズケーキにしました。これもボリュームがあって食べ応えありました。ごちそうさまでした。スタッフの方にベッドを作っていただきました。至れり尽くせりです。外は真っ暗ですが、カンザス州のダッチシティに入ってきたようです。寝る頃に通過したダッチシティは暗くて外の様子はよく見えませんでした。でも実はここカンザス州の中でも特に有名な町。19世紀の西部開拓時代にはカウボーイやガンマンが集う荒野の町として栄え、西部劇の舞台にもなった場所です。昼間なら西部の風情が感じられる街並みや博物館も楽しめますが、今回は真っ暗な中を静かに通り過ぎていきます。次回は西部劇のような風景や歴史ある街並みを見てみたいです。ワクワクするでしょうね。それではおやすみなさい。おはようございます。アムトラック2日目の朝が来ました。わあ、外はどんより。スカッとした青空を期待していたのですが、これは想定外。今日はお天気悪いのかな。晴れることを祈りながらダイニングカーに来ました。目覚めの一杯に紅茶をいただき、
メインはフレンチトーストとソーセージをつけていただきました。これがまた美味しかったんです。きれいに完食しました。今日もお花がきれい。またベッドに戻り、ぐうたらしながら旅は続きます。どこかの駅に到着しました。ラ・ジュンタ？ラフンタと読むようです。いよいよコロラド州に入ってきました。ラフンタはコロラド州ですが、州南東部にある小さな町で、山ではなく平原に位置しています。コロラドというとスキーをイメージしてしまうのですが、ここは大草原の風景ですね。列車はゆっくりと坂を登り始め、まるで峠を越えていくような感覚に。外の景色もどこか変わってきたなと思ったら、地面に白いものが。まさか灰？いや違う。よく見ると、なんと雪じゃないですか。アムトラックでこんな雪景色に出会えるなんて夢にも思いませんでした。ももは興奮状態。ふわっと積もった雪に覆われた景色はとてもプリティで幻想的。車窓越しに広がる銀世界に大興奮してしまいました。ニューメキシコ州ラトン駅に到着しました。入ってきました。ここでは15分間の停車時間があるとのことで、フレッシュエアを求めて列車を降りてみました。寒いですが、先ほどまでの雪景色とは違い、ここに雪はありません。ラトンはラトン峠という歴史的な峠道の入り口に位置する町で、かつては幌馬車や鉄道が越えた重要な交通の要衝でした。駅舎のアーチやタワーのデザインにもどこか開拓時代の名残を感じさせる風情がありますね。車窓の外にはどこまでも広がる高原とポツポツとした低い丘、そして青空に浮かぶ雲が描く美しいコントラスト。絵になる風景。晴れてきましたね。もうじきニューメキシコ州のラスベガスです。フォートユニオンの跡地近くを走っています。見渡す限りの大草原に見えるこの場所は、かつてサンタフェトレイルという交易路の要所でした。19世紀、この道を通って何千もの招待がサンタフェと向かい、荷を運び、人々の夢が生き返していました。安全を守るために設けられたのがこの先に見えるフォートユニオンです。車窓からは遠くて確認できませんが、荒野の真ん中に建てられた要塞で、今もその土壁が残り、当時のにぎわいを物語っています。
見た目は静かですが、実はここはアメリカ西部開拓史のまさに舞台。そんなことを思いながら眺めると、この広い大地もまた違って見えてきます。現在、ニューメキシコ州のラスベガス付近を通過中です。ネバダ州の派手なカジノのラスベガスと間違えられがちですが、こちらのラスベガスは歴史的な魅力が詰まった落ち着いた小さな町です。今日のランチは部屋食にします。スタッフの方にメニューを伝えると部屋まで運んでくれるんです。メインはハンバーガー、それとコーラとチョコブラウニーをつけました。ボリュームあってビーフパテも美味しかったですよ。列車は走り続けています。広がる荒野と空が美しい風情ある場所ですね。ラミーという駅に停車します。ここはニューメキシコ州の小さな町、ラミー。サンタフェの玄関口としてかつて鉄道の要所として栄えていたところです。駅周辺何もありませんね。家も見当たらない。と思ったら反対側に町があるようです。モモの部屋からは荒野しか見えないので分かりませんでした。列車が停車したので少し降りてみます。30分停車みたい。ここはニューメキシコ州最大の町アルバカーキに到着しました。地元のベンダーがプラットフォームに出てアクセサリーや小物を販売していました。この地域ではナバホ族の手織りやラグやプエブロ族の織物や陶器が有名ですが、こちらの商品が本物かどうかは不明です。でも見ていて楽しいです。ホームでは列車に燃料を補給する様子も見られました。こんな光景なかなか見られないので心が躍りました。列車は景色を変えながら進みます。ギャラップの駅を通過してしばらくすると、あれは雨が止んだ荒野に大きな虹が現れたんです。遮るもののない地平線いっぱいにダブルレインボーがかかる光景はほんの数分間の奇跡のようでした。さて、こちらは最後の夕食となります。お昼に続き今回も部屋食にしました。メインはアトランティックサーモンにしました。付け合わせはブラウンライス、赤キヌア、枝豆、人参、ピーマン。ソースはロブスターソースです。プラスチックなんですけど、ちゃんとシルバー。てっきりシルバーかと持ってみたらびっくり。軽いね。これプラスチックなんです。見た目は高級感あって本物みたい。
サーモンは柔らかくて風味が良かったし、ソースは濃厚でした。フラッグスタッフの駅に到着しました。フラッグスタッフに着きました。ちょっとフレッシュエアを吸ってまた中に入ります。たくさんの乗客がこの駅で下車しました。なぜかと思ったら、ここからグランドキャニオンへ行けるそうです。この駅からシャトルバスやツアーの車が発着しているようです。新しい旅の始まりですね。ももは引き続きアムトラックで旅を続けます。おはようございます。アムトラック3日目の朝が来ました。目的地までだいぶ近づいていますね。停車した駅はサンバーナーディーノ。いよいよカリフォルニア州です。最後の朝食はダイニングカーでいただきました。途中の駅で降りられた方もいるので、今朝はガラガラ。ももがチョイスしたのはブレックファーストケサディーヤ。トルティーヤの中に卵やチーズが入っていて、ポテトとサルサが添えられています。トルティーヤはもちっとしていて、チーズと卵がとろっとして美味しい。そうそう、なぜスタバのカップが使われているのか不思議だったのですが、アムトラックは社内で提供するコーヒー豆を長年スターバックスから仕入れているそうです。通りで通路にあった無料コーヒーもとても美味しかったです。アナハイム付近を通過中です。アナハイムはエンゼルスタジアムでの思い出があるので特別な気持ちになります。隣の方は途中の駅で下車したみたいですね。いよいよロサンゼルスのダウンタウンが見えてきました。高層ビルが近づくにつれて、旅も終わりに近づいているのを感じます。ちょっと寂しい気持ち。ちょっとじゃないですね。かなりです。列車は静かに終着駅ユニオンステーションに滑り込んでいきます。ここがロサンゼルスの玄関口です。忘れ物がないか確認。3日間お世話になりました。扉が開き、ももも下車します。お世話になったスタッフさんには持っていたドルが足りなくて、日本円で2000円をチップとして渡しました。笑顔で受け取ってくれてほっとしました。シカゴからロサンゼルスまでおよそ3600キロの旅。こうしてみると随分遠くまで来ましたね。 LA に到着しました。最終目的地 LA に到着です。ロサンゼルスではどんな旅が待っているのでしょうか。それでは
次回もぜひご覧ください。